はい、それでは今日はこれです。越冬メロン栽培日記。そしてこれがアールスアポロン。今日が1月6日です。前回1月1日元旦に交配が始まったメロンアールスアポロン。アールスアポロンの方は1、2、3、1日目、2日目、3日目っていうやつがメインで、だいたいその3日でもう決まっちゃった。これが1日目のやつ。交配して6日ぐらい経ったっていうメロン。玉はげもいいし順調。これが2だから、これが1日目、2日目で、これが3日目。いい感じになってるね。でちょっとあれ問題だったのが、こっちが結構アポロンから比べると遅れて、アポロンの方は1日目、2日目、3日目でほぼ決まったんですけど、こっちは3日目か2もちょっとあるんだけど、3日目3、4、5がメインで、3、4、5で、これが3だから4、5、6、今日が3日目だから 3日目に交配したから3、4、5、これが5、これが4。徐々に膨らんでいく。交配して3日、交配して2日で、これが昨日交配したやつなので、ちょっと困ったので、でも摘果の時にちょっと揃えていきます。アールスアポロンの方は1は捨てて取って2、3メインで揃えていく。でこっちを純系アールスの方を3、4メインで揃えていけば、だいたい2、3、4の3日間ぐらいで全部まとまると思うので、そんな感じで摘果していきたいと思います。一部屋がやっぱり揃わないとこの後の管理がすごく大変になってくるから、緩めるとか、そういう水を増やす。水は列ごとに管理できるからいいとして、温度はもう交配決まったので、これで今日から少し下げます。今20度設定だったやつをまた18度に戻します。夜温もうここまで膨らんでくればもう大丈夫でしょう。交配が決まったら少し落として、温度差を昼夜の温度差をつけてやって玉はげを促す。例えばさ、さっき1日目に2日目ってちょっとこう交配して最初のうちはこう緑なのね、玉肌が。でその次の日になるとこうなる。少しずつ緑がでだんだんこう白に近づいていく。これを促すのがやっぱ温度差があった方が良くなっていく。で玉も緩まずに、このまま温度高いままいくとこの緑がなかなか抜けきれなくて、ネットが出るのが遅くなるというか。で秋冬系、こっちも冬系だから夜の温度は少し下げても全然問題ないから、そんな感じで管理していきます。そして水も今度はもう普通の管理に、交配中はやや乾かしめでいったんですけど、もう普通に水をかける、晴れたらかけるを繰り返すような管理をしていく。でもうこれは交配して4、5日経ったので、もうこれ摘心しなければならないんだけど、摘心の動画はまた別で撮りたいので、あと1日2日後にこっちがまだあと2日ぐらいかかるから、そこで摘心の動画を撮っていきます。その時にまたこっちの脂肪の膨らみ具合も見ながらやっていきましょう。っていうのも今回の日記はもう普通に
取ってったんですけど、植物ホルモンを考えながら、植物を育てていくとすごくなんつうの説得力があるように話せるっていうことを、弟子たちから聞いたので、植物ホルモンの聞き方を、植物ホルモンってね、植物自体が作り出すホルモン、この軸を流れてるホルモンがあって、例えばオーキシン、有名なところっつうか、オーキシン、サイトカイニン、ジベレリンとかは聞いたことあると思うんだけど、で今度さらに今度熟してくると、エチレンっていうホルモン、いろいろなホルモンがここの中を通りながら、植物は、成長していく。でここを止めるってことは、オーキシンの発生を抑えるっていうことみたいな話をしながら、次の日記かなんか春に視聴者の方々がコメントくれる方々がメロンを作り出す時期の、日記をまたつけようと思ってるんで、その時に植物ホルモンのことも入れながらそういう日記にしていきたいと思っています。植物ホルモンのことを考えながら育てていくと多分クオリティはアップすると思う。収量というか大きさとかもそうだし、木振りとかも見えるもんじゃないから難しいんだけど、ただここを止めたらオーキシンが抑制されてサイトカイニンが下から登ってくるみたいなことを想像しながら栽培していくっていうとすごく楽しいし、今これで例えばオーキシンっていうのは成長点で作られるから、その成長点がなくなったっていうことで、オーキシンが作られるのが少なくなってもう抑えられて、で今度サイトカイニンとかジベレリンってやつがその伸びた根っこの先端で作られて、サイトカイニンとか、ジベレリンがこう登ってくる。オーキシンっていうのは木を成長させるというか先端を伸ばす作用。そしてオーキシンとかジベレリンっていうのはオーキシンってサイトカイニンとかジベレリンっていうのは根っこの先端で作られて、それがこう登ってきて脇芽の成長とか脂肪の成長を促すっていうホルモン、そのホルモンの行き口を考えながら育てていくっていう日記を作りたいと思います。次の日記は多分千疋屋の高級メロンの日記になると思うので、その時はそっちに集中したいな。 F1 で多分ばらけるので、それの観察をしながら、やっていきたいと思います。一応だから次の日記のためのあれがあるので、これをちょっと取っといてください。これが1日目、これが2日目、これが3日目、後輩がね。だから1月1日、1月2日、1月3日で、こっちが1月3日後輩、1月4日後輩、そして1月5日後輩、こんな感じでなってます。次は明日か明後日摘心の動画を撮っていきます。なぜ止めなければいけないかっていうのは、さっきの植物ホルモンの、状況、それを改善していくというかっていうことです。はい、それでは、後輩無事終了して肥大も順調に進んでおります。さてそれでは次は摘心に移ります。それでは